皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドの役に立つ小ネタのみをたくさん紹介していきます。もう一度言いますが、役に立つ小ネタのみです。パート2ですね。一部このゲームに登場する大妖精についてのネタバレがあります。お気をつけください。前回に引き続き、マイナーなものも上げていきますので、結構やり込んだよーって方も楽しんでいただけると思います。ぜひ最後までご覧ください。行きましょう。時の勇者。ビタロックでスイッチや動く床も止められます。ずっと物を乗せておかないといけないスイッチや、行き来する動く床に乗り遅れそうな時などにお使いください。水の勇者。このゲームを遊んでいる方の中には、雨の存在をとても邪魔に感じている方も多いと思います。崖を登るのが困難になる、焚き火を使って時間を送るのができなくなる、爆弾矢が使えなくなるなどですね。ですが雨の時限定の生き物がいるほか、たくさんのメリットについてお話ししていきます。地名に湿地とついているところや水たまりが各所にあります。実は雨が降っている間はこれらの水かさが増します。アイテムが取れる朽ちたガーディアンってありますよね。あのガーディアンの体の一部でも水たまりについていれば、アイスメーカーで引っ掛けて持ち上げた際に通常よりも多くの素材が取れるってご存知でしたか？そして一見水がない湿地帯に朽ちたガーディアンがある場合、それらが雨での増水によって水たまりになり、アイスメーカーが使えるようになります。水たまりのそばのあとちょっと届かないガーディアンも増水により水たまりの範囲が広がることで大量にアイテムをゲットできるというわけです。他にもアイスメーカーを使えるということは戦闘で有利になりますね。敵から身を隠す、敵からの遠距離攻撃の盾にする、高さを生かして集中状態の射撃をお見舞いする。パッと思いつくだけでもこんなにいいことがあります。どうでしょうか？ちょっとだけ雨が好きになりましたか？武器の勇者。槍タイプ以外の両手武器は攻撃力が高い反面、普通に攻撃するときはボタンを押してから少し間が空いた後に武器を振ります。これだと攻撃を外したり隙が大きかったりしますよね。しかし攻撃前にダッシュを挟むことで即座に攻撃ができます。これは何も敵との距離がだいぶある時だけでなくて、少しの距離があれば一瞬ダッシュを挟むことができます。さらにこだわるのであれば、大振りの武器を振った後、ジャンプをすれば攻撃後の隙をキャンセルすることができます。剣の試練など戦闘に重きを置く場面で使っていきましょう。空の勇者。縦サーフィンは使っていますでしょうか？坂を下るときに素早く滑っていける便利技ですが、実は他にもやれることがあります。ジャンプをした後に空中で ZL ボタンと A ボタンを同時に押してください。するとジャンプ中にもかかわらずもう一度ジャンプすることができます。かなりいろんな場面で使えます。空中で ZL ボタンと A ボタンです。磁気の勇者。各地に地中に埋まった宝箱ってありますよね。あれをマグネキャッチで掘り起こすわけですが、実は上に引っ張るよりも横に引っ張る方が一瞬で掘り起こせます。蜜と虫の勇者。物語後半のある防具を強化するのにたくさん必要になる頑張り蜂の蜂蜜と頑張り兜。この2つの素材がたくさん取れる場所をそれぞれ紹介します。頑張り蜂の蜂蜜がたくさん取れる場所は九天池の周りの木です。タワジヌの祠から南にあります。ざっと見た感じで5個は確実に取れます。ヒノックスがいるので先に倒しておくと楽に採取できます。頑張り兜がたくさん取れる場所は魚鳥村です。蜂蜜の時もそうなんですが、こちらはさらに見つけにくいし探せる範囲が広いので
シーカーセンサーも併用するととても効率がいいです。雨の日は絶対ダメです。見つかりません。夜が見つけやすいので、焚き火で夜にしてから探しに行きましょう。忍び装備シリーズを装備するとなお確率が上がるでしょう。黄色いカブトムシが木に止まっていたら、それが頑張りカブトです。風の勇者。十字キーの下を押すと口笛を吹き、馬を呼び寄せれますが、口笛を吹いて移動しながらダッシュボタンを連打すると、頑張りゲージを消費せずに延々と走り続けることができます。左親指で十字キーの下を押し続け、左人差し指の爪側で移動スティックを押します。あとはダッシュボタンを連打です。少しコントローラーを持ちにくい形にはなりますが、慣れてしまえばとても簡単です。ただしこの口笛ダッシュにはデメリットがあって、口笛を吹きながらなので遠くの敵にも見つかりやすくなります。ずっとダッシュし続けることができるので、結果的には逃げられるんですけどね。雷の勇者。金属製の箱、水のあるところなどは電気の矢を放つと周りに電撃を食らわせることができます。武器や盾などには電気を帯びさせることができます。リンク自身が放った攻撃から発生した電気からはリンクはダメージを受けません。砂漠の勇者。ワールドマップの南西の隅には大妖精の泉があります。しかし砂嵐に邪魔をされて地図も見れなくなり、なかなかたどり着けない方もいると思います。地図に頼らずともたどり着く方法を具体的にお話しします。まずゲルドの町の南西のレンタル砂ざらしを利用します。南西を向き、遠くに見える巨大な骨に向かいます。その後、右奥の岩場に向かいます。そこを越えたら今度は左前方に柱が数本見えます。そっちに向かいます。そこに着く頃に砂嵐がやってきますが、少し奥に大きな化石の頭が見えます。そこに向かえば無事に大妖精の泉に到着できます。不死の勇者。大妖精の泉ついでにもう一つ紹介します。妖精を持っているとその数だけハートがゼロになった時に自動で復活させてくれます。大妖精の泉では妖精を一度に最大4匹手に入れられます。しかし妖精を所持しすぎると大妖精の泉に妖精が出現しなくなります。ですが妖精を手に持って泉に近づくとなんと妖精が出現してくれます。とはいえ持てる数には限りがあり、スーパーマリオのように99回死ねるようにはなりません。お湯の勇者。各地には温泉が湧いているところがあります。見ていてとても気持ちいいですよね。温泉に浸かることでプレイヤーの精神が癒されるだけでなく、ハートが半分ずつ回復していくし、鳥の卵を持っているなら温泉に入れるとゆで卵に変わります。ちなみに各地温泉の名前の由来は日本の名泉です。草津、下呂、別府など様々あります。いかがだったでしょうか。知ってるものも知らないものもあったかと思います。この動画が役に立ったと感じてくださったら、高評価ボタンをポチッと押していただけると今後の動画制作の励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。